北高たる前から唐突に生涯苫小牧市民として暮らす権利がかかった苫小牧クイズを出題されたもののそれはあくまで権利なので行使しなければいいと思いクイズで正解するタルトレ。ここで苫小牧クイズ。唐突だな。人生なんて何が起きるかわかりませんからね。だからといって唐突に苫小牧クイズをぶつけられた人っていうのはあんまりいないと思うんだ。でもお好きですよね。そやたる前は好きだよ。トレーナーさんが私を好きなのは当然であってわざわざ聞くようなことではありません。そりゃそうか。となるとお好きですよねというのは、クイズがってこと？苫小牧のことに決まってるじゃないですか。ああ。何ですか？その反応は。苫小牧の海産物とかは好きだよ。ですよね。そんな苫小牧大好きな私のトレーナーさんからすればこれはラッキー問題ですね。必ず正解できることでしょう。それでたる前、正解するといいことあるの？いいですよトレーナーさん、まるで通販番組のような会話のキャッチボールできてます。そもそも通販番組のあれを会話のキャッチボールと呼んでいいのだろうか。もちろんこのクイズを正解すればとっても豪華な商品を用意しています。おう、なんだろう、期待しちゃっていいのかな。なんだと思いますか？ウォーミングアップとして軽く考えてみてください。そうだな。海の幸とか、レトルトのホッキカレーとかでも嬉しいな。ホッキカレー、カレーラーメンと双璧をなす苫小牧の誇る二大ソウルフード。そうですよね。文化庁が進める100年フード事業の未来の100年フード部門、目指せ、100年に苫小牧ホッキカレーは認定されましたからね。ここでホッキカレーをあげるとはさすが苫小牧ラバーズの名誉会員であるトレーナーさんです。苫小牧ラバーズって、しかも名誉会員、知らないんだけど。100年フードとは地域の風土や歴史風習の中で個性を生かしながら創意工夫され育まれた地域特有の食文化。また、地域において世代を超えて受け継がれ食された食文化を意味します。苫小牧ホッキカレーは漁師飯としてホッキ貝をカレー具材として活用したことが始まりです。その食文化が一般家庭まで広がったことで今では苫小牧の食を代表する一品となりました。なるほどね。苫小牧の食を代表するということはつまり日本の食を代表するということです。そうそう、カレーラーメンとホッキカレーのダブルカレーキャンペーン応募締め切りは2026年の2月末日ですよ。忘れずに全店制覇して超豪華プレゼントをゲットしてくださいね。超豪華？正直に言うとちょっと欲しいと思った。トマチョップの皿と丼かわいい。苫小牧カレーラーメン進行曲公式ソング CD ってなんだよ。苫小牧カレーラーメン進行曲公式ソング CD ってなんだよ。お前苫小牧アップか。苫小牧カレーラーメン進行曲の公式ソング CD に決まってるだろ。苫小牧エアプなやつの方が絶対多いって。北海道苫小牧市を拠点に活動しているシンガー三味線ユニット、シンガーキャンドールキー三味線奏者タイズ、曲名彼ら、苫小牧カレーラーメン進行曲公式ソング。彼らが収録されている CD やライブといいや彼ら、ドリップスリコーズネットショップにてご購入できます。このグッズもらうには指定店舗のカレーを全部食わなきゃいけないのか。安心しろ、カレーラーメンの方がスタンプラリー達成のためのノルマ店舗が圧倒的に多いから。多分普通にうまいんだろうけど観光客がやることではない。苫小牧なんか行ってもどうせ他にやることないじゃん。でもこの感じだと違うっぽいけど商品になるくらいだから特産品だよな。となると良いと負け？良いと負けも普通に美味しいしいいね。なんならトイレットペーパーも消耗品だから助かる。惜しいですトレーナーさん。しかし見事にどれも苫小牧の名産、抑えるべきところは抑えてますねトレーナーさん。あや、これらも違うんだ。多分トレーナーさんがもらって一番嬉しいものですよ。俺がもらって一番嬉しいもの。そうですね、苫小牧の市民権ですね。ちょっと待ってくれないか。というわけでこれから出す苫小牧クイズにトレーナーさんが正解した暁には生涯苫小牧市民として暮らす権利が贈られます。ちょっと待ってくれないか。どうしましたトレーナーさん、驚きのあまり困惑しちゃいました？その通りだね。ですよね、トレーナーさんが困惑するのも無理はありません。ひょうたんからコマ。棚からぼたもち。担当場から婚姻届というやつですね。最後のは聞いたこともないな。もちろん私との婚姻届を伴うものです。やりましたね。やりましたねじゃないが。やることやったんか？勃起買いしたんか？たま。ねえたる前、そろそろクイズ始めてくれない？わかりました。では
はトレーナーさんが1分1秒でも早く苫小牧市民になりたいそうなのでクイズを開始したいと思います。一言も言ってない。問題。2025年11月25日から28日までの4日間、築地銀だこが毎年大好評の食べ放題を開催します。中学生以上は990円で絶対うまいたこ焼きが45分間食べ放題の太っ腹企画ですね。45分か、絶妙なとこだよね。でもトレーナーさん、普通にランチするのだって45分もかからないでしょう？それはそうなんだけどさ。食べ放題っていうのとたこ焼きっていう組み合わせなんだよね。食べ放題ってなるとどうしてもたくさん食べたくなるじゃん。それはそうですね。でもたこ焼きって熱いじゃん。それもそうですね。口の中やけどしちゃうからそんなに急いで食べられないしどうしても相性が悪いと思うんだよ。まあまあトレーナーさん、こういうのはお祭り企画ですから。それに6個入りのたこ焼きだったら2船頼めば元が取れますしさすがにそれくらいは食べられますよね。まあ言われてみればそうか。食いしん坊でたこ焼きの大食いあったな。水で口の中を冷ましながら食べる攻略法だっけ？あんま覚えてないや。たこ焼きを割って冷ますのを加速させる。って思ったけどそれ肉まんの話だった。銀だこ6個入りってもう販売やめてなかったっけ？公式にも値段表記ないよ。店舗による。こないだ中野の銀だこテイクアウトしたけど6個と8個があったな。でも実際はトッピングしたくもなるしドリンクも飲みたくなるからな。トッピング商品は食べ放題料金にプラス250円で食べ放題。ソフトドリンクは食べ放題料金にプラス220円で飲み放題。つまり3船食べれば元が取れる計算ですよ。思ったほど高くなかったね。そんなフェスティバルの対象として選ばれた栄えあるイオンモールは以下のうちのどれでしょうか？ A、イオンモール札幌ハッサム。B、イオンモール札幌平岡。C、イオンモール釧路昭和。D、イオンモール苫小牧。シンキングタイム。たる前がこんなクイズ出す時点で B しかありえないじゃん。さあトレーナーさん、よーく考えてくださいねー。何せ苫小牧市民権がかかっているんですから。一ついいかいたる前。何ですか？別に移住する気はないけど苫小牧市民になる権利は誰かに与えられなくても持ってるはずだよね。つまりこのクイズを放棄して今すぐにでも苫小牧市民になりたいと？人の話聞いてた？移住する気はないって言ったよね。わかりました。本籍だけとりあえず移したいと。だからそうじゃなくてさ。確かにトレーナーさんが今のタイミングで苫小牧に移住するのは指導を受けている私からしても困ります。ではとりあえず私の実家を転居先として届け出ておいて今のままトレーナー寮で変わらない生活を過ごしましょう。私のアスリートとしての担当を終えたらロコドルとしての担当をしてもらうのにその方がスムーズですからね。なんならそのまま人生も担当してもらっちゃおうかなー、なんて。たる前、人の話を聞いてくれ、頼むから。あ、シンキングタイム終了です。というわけでトレーナーさん、答えは？ D 以外ありえないじゃん。ファイナル苫小牧？なんかそれだと苫小牧が終わりを迎えるっぽく聞こえるよ。正解、さすが私のトレーナーさんです。トレーナーさんの言う通り、正解は D。大都会苫小牧が誇る日本最大のテーマパークイオンモール苫小牧です。そう。というわけでトレーナーさんには今から苫小牧市民になっていただきます。ちょっと待ってたる前、それは話が違うだろ。権利が与えられるとは聞いたがそれだけだ。行使するかしないかは俺の自由じゃないのか？担当である私が望むのならそれを受け入れてくれるのがトレーナーさんなんじゃないですか？たる前、いい加減にするんだ。たる前の苫小牧愛はたる前自身の原動力でもあるしそれを控えろとは言わない。しかしそれを他者に強要するのはちょっと度が過ぎているぞ。もっとあるんじゃないか？苫小牧を愛する者だからこそ可能な真の苫小牧の良さを伝える方法が。トレーナーさん。私が間違ってました。よしよし、そうやって己の過ちに気づけたことが偉い。もっと私だからこそできる方法で皆さんの心を動かし苫小牧に移住させてみせますね。いや、移住まではさせなくてもいいんじゃないか？観光に来てもらうとかでいいんじゃない？まあ一度観光に来てもらえば永住したくなるでしょうから実質移住みたいなものですしね。トレーナーさん、ご迷惑をおかけしたお詫びに私が銀だこ食べ放題ご馳走しますよ。それは悪いって、普通に俺が出すから。でも銀だこ食べ放題自体は興味あるしぜひ行ってみたいね。
約束ですよ。ああ、もちろんだ。でもそうなると対象店舗で一番近いのはどこかな？イオンモール武蔵村山店になるのかな？イオンモール東久留米店も府中からだとそこまで距離は変わらないかな。イオンモール苫小牧店に決まってるでしょう？苫小牧？なんで？私がそう決めたんですからそうなんです。それにトレーナーさんはさっき約束してくれましたよね？したけどね、苫小牧に行くとは。苫小牧のたこ焼き食べ放題に行きたい。言ってますね。苫小牧のたこ焼き食べ放題に行きたいって。嘘でしょ。都合よく組み合わせやがって。トレセン学園ではトレーナーの言葉を自分の都合のいい言葉に組み替えるマシンでも普及してるの？そうだとしても全然驚かない。大丈夫です。旅費は私が持ちますから安心してください。それじゃあたこ焼きデート楽しみにしてますね、トレーナーさん。最初の時点から俺渡る前にはめられてたってのか。はめるのはトレーナー定期。たこ焼き食べ放題は店頭もしくは特設会場にて2025年11月10日より事前予約受付開始。興味のあるやつは忘れないようにな。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。